ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、マーベルのドラマシリーズ、シー・ハルク、ザ・アトーニーがワンシーズンで打ち切りになった件について、その制作過程で起きた数々のトラブルが後世に語り継がれる教訓となりつつあるという話題についてよ。現在、タチアナ・マスラニーが演じた主人公ジェームザー・ウォルターズ役や、その舞台裏のドロドロした騒動がある SNS の投稿をきっかけに、再び大きな注目を集めているの。シー・ハルクね。あんまり評判良くなかったっていうのはなんとなく聞いとったけど、打ち切りやったんやね。ニュースでも、マーベルのドラマ、迷走中、みたいに書かれとったけど、一体、制作現場で何をやらかしとったと？まさか、そんなひどい状況やったなんて知らんかったばい。今日は、クリエイターたちが当初想定していた弁護士ドラマが作れなかった致命的な理由、そして、ショーランナーがロボットに帽子をかぶせないならやめるとトップを脅迫した衝撃の制作現場の裏側について徹底的に解説していくよ。この作品の制作現場は優先順位の誤りがどれほど主要なシリーズを混乱に陥れるかを示す類稀な事例となってしまったの。ロボットに帽子？ナンバしとっと？ドラマの脚本家がそんな子供みたいな理由でトップを脅しとったなんてプロの仕事じゃないばい。普通に考えたら大炎上案件やんね。ハリウッドの裏側ってうちらが思う以上に闇が深そうやけん。すみれ、その悲惨な現場の全貌を全部暴いてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、タチアナ・マスラニーが演じたジェームザー・ウォルターズ役が再び注目されているきっかけは、SNS ユーザーである QQ という人物がこのシリーズについて面白い考察を共有したことなの。一番面白かったのは、クリエイターたちが当初シー・ハルクを毎週事件を解決する弁護士ドラマのような作品として構想していたのに、脚本家たちが集まってみると、まるでローマの水道橋のように、そんな作品の作り方がわからないと全員が言い出したという話だ、というものよ。作り方がわからない？ちょっと待って。弁護士ドラマをやるために集まった脚本家さんたちやろ？それが、作り方を知らないて、免許なしで運転しとるようなもんやん。どんだけレベルが低いん？そんな人たちがマーベルの大作ドラマの脚本を書き寄ったんか。そりゃあ面白くなるわけなかばい。エドガー賞を受賞した作家のダニエル・フリードマンという人物がこの投稿をきっかけにしてシー・ハルクの舞台裏で起きていた壊滅的としか言いようのない騒動を要約したの。そこにはケビン・ファイギの帽子をめぐってショーランナーが辞任をちらつかせた事件まで含まれていたの。ショーランナーっていうのは番組制作の全責任者やろ？その人がトップに対して辞任を武器に交渉しとったん？どんな帽子やったんか気になるばい。話はさらに遡るの。リック&モーティという有名なアニメのエピソードにピクル・リックっていう大人気作があるんだけど、今回のショーランナーであるジェシカ・ガオという人物がその脚本を書いていたの。でも、彼女は自身がアジア人として書いたあるキャラクターにスーザン・サランドンという有名な白人女優を起用する決定をめぐって番組の共同制作者であるダン・ハーモンと激しく対立したと報じられているのよ。脚本家同士でキャスティングのことで喧嘩？現場の空気最悪やん。それでどうなったと？その後、ダン・ハーモン氏は彼女と一緒にホワイティング・ウォンズというタイトルのポッドキャスト番組を制作することに同意したの。ダニエル・フリードマンはこの番組について彼が40時間かけてひたすら謝罪し人種差別について学ぶ番組だと評しているの。40時間謝罪？なんだか罰ゲームみたいやね。それだけ揉めとった人たちが同じ番組の脚本家として集められとったわけやね。そんな状態でまともなドラマができるわけなかばい。その人気エピソードとポッドキャストで知名度を上げたジェシカ・ガオ氏はシー・ハルクのショーランナーの座を獲得したの。でも、制作は極めて困難を極めたと言われているわ。ダニエル・フリードマンによれば、アリー・マクビールのような法廷ドラマを作れる弁護士の脚本家を雇わなかったことに加えて、ジェシカ・ガオ氏がインタビューで語ったように、マーベルスタジオのトップであるケビン・ファイギによる並外れたレベルの直接的な個人的関与とマイクロマネジメントが必要だったそうなの。マイクロマネジメント？マーベルのトップが現場に張り付いて、あれもダメ、これも直せ、って細かいことまで指示しとったってこと？どんだけ現場が信用されてなかったん？ケビン・ファイギ氏が軌道修正を試みたことは必ずしも好評を得られなかったかもしれないけど、ジェシカ・ガオ氏は彼との関係を協力的だったと述べているわ。ただ、記事によると、試写会での視聴者の反応があまりにも壊滅的だったため、ファイギ氏は何度も介入し、ディズニープラスシリーズの制作を再構築せざるを得なかったというのよ。
試写会で酷評されてトップが何度も現場をひっくり返しとったんやね。そりゃあ、制作がうまくいくわけなかばい。じゃあ、その一番の揉め事って何やったんと？番組全体の方向性なんて序の口で、実は最終回をめぐって勃発した論争が最も奇妙だったのよ。ジェームズ・ウォルターズは最終話でディズニープラスのインターフェースを突破し、マーベル・シネマティック・ユニバースを制御する人工知能、ケビンと対峙するの。このロボットはトレードマークである野球帽を身につけていて、ケビン・ファイギ氏を紛れもなくパロディ化したものだったの。社長をパロディにするドラマとか、だいぶ攻めとるやん。で、その帽子で何があったと？ジェシカ・ガオ氏は、そのロボットのケビンに小さな黒い帽子をかぶせたかったの。でも、ケビン・ファイギ氏は、ロボットに帽子をかぶせるのは、論理的に意味がないと考えたの。そこで彼女は激怒して、20人ほどの会議で、ケビン、もし、私に、あのロボットに帽子をかぶせてくれないなら、私は辞める、と辞任をちらつかせて脅迫したの。帽子かぶせんかったら辞める、って幼稚園児のダダやんか。20人もおる会議で、大の大人が、そんなこと言い出すなんて、社会人として終わっとるばい。で、ケビン・ファイギ氏はどうしたん？ケビン・ファイギ氏は、なんと、引き下がるどころか、彼女の辞任を即座に受け入れたように見えたの。ジェシカ、本当にありがとう。君は、素晴らしい仕事をしてくれた。本当に感謝しているよ、と淡々と答えたらしいわ。あはは。じゃあやめていいよ、バイバイ、って追い出したわけやね。そりゃ総体、トップに対して、帽子ごときで辞任を盾にするやつなんて、使いにくいことこの上ないもん。結局どうなったん？結局、ビジュアル開発責任者のジャクソン・スゼ氏が妥協案をまとめたの。機械に従来型の帽子をかぶせる代わりに、デザイナーたちはキャップのようなつばを本体に組み込んだのよ。その妥協案のおかげで、ジェシカ・ガオ氏は初回放送まで出演を続けることができたみたいね。結局、その妥協で首の皮一枚つながったんか。でも、ネットのユーザーたちは、この現場のめちゃくちゃな話を聞いて、なんて言いよると？ネットの反応を見てみるとね、ドラマの脚本家が作り方を知らないって言っていたのが一番面白い。それが、このドラマのクオリティを象徴している。ショーランナーが帽子で辞任を脅迫したって完全にコメディの世界じゃん。現場がどれだけ崩壊していたかよくわかる。これだけトラブルだらけなら、マーベルの歴史から抹消したくなるのも納得だ。ケビン・ファイギの苦労が忍ばれる。現場をコントロールできず、脚本家が暴走するドラマなんて成功するわけがないというように、制作現場の迷走ぶりに対して呆れた声が殺到しているのよ。みんな冷ややかな反応やね。そりゃ総体、プロとして仕事をしとる現場の話じゃないもんね。ここで、さらに、この映画の失敗が、後の彼らにどう影響したか、その残酷な結末について、確信に触れていくんだけど、でもその前に、いつものやつやね。ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからも、ここまでの話が、面白い。ドラマの制作現場、地獄すぎるばい、と思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。みんなの応援が、うちら、すみれとあおいが、毎日動画を更新するための、一番のエネルギーになるけんね。それじゃあ、続きを話していくよ。ダニエル・フリードマンは、番組の失敗が、ジェームズ・ガオの職業生活に及ぼした影響は、かなり長く続いた可能性があると、指摘しているの。長く続いた可能性がある？どういうこと？この番組はシーズン1で打ち切りとなり、出演者は解雇され、その出来事は他のマーベル作品では一切言及されておらず、シー・ハルクの主演、タチアナ・マスラニーはアベンジャーズ・ドゥームズデイには出演していないとダニエル・フリードマンは指摘しているの。そして何より、ジェームズ・ガオは2022年にシー・ハルクが打ち切りになって以来、IMDB に出演歴がないという事実があるのよ。うわぁ。業界のデータベースである IMDB に2022年以降の出演歴が全くないって完全に業界から干されたってことやん。帽子をめぐる辞任騒動が彼女のキャリアを致命的なものにしたってことなんかな。ジェシカ・ガオ氏がマーベル作品から姿を消したことがこれらの意見の相違に直接関係しているかどうかは依然として不明よ。でもね、抜本的な組織再編とロボットの帽子をめぐる辞任騒動に見舞われたこの制作現場は、優先順位の誤りがいかに主要なテレビシリーズを混乱に陥れるかを示す類稀な事例と言えるわね。本当に教訓になる話しばい。自分たちのプライドのために対策の現場を混乱させるのは自分の首を絞めるだけっていう残酷な現実やね。
4年経った今でも画面に映し出されたものよりも裏側で起きた論争の方が人々の記憶に深く刻まれてしまっとるんよ。せっかく面白いキャラクターやったのに、作り手がそれ以上に個性的だったせいで台無しになった悲しい事例たいね。ということで、今日はドラマシーハルクの制作現場で起きた帽子の辞任騒動とその舞台裏という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。